こんにちは、メイです。今回はついにスナックうずめを作ります。前回のブラック無糖で大好評なエリアでした。住民の部屋をお店にするというリクエストもいただいていたので、まずはスナックうずめ店内から作っていきます。ここはうずめさんの現在のお部屋です。この濃い感じがたまりませんね。洋服もプレゼントしているので飾ってくれていますね。私が住民の部屋をリフォームするときに大事にしていることは、このお部屋にあるものを一つは必ず使うことです。今回は桜の枝と絨毯を使ってリフォームをしていきます。今回のテーマはバスへのスナックうずめです。駅の路地裏にある昭和っぽいスナックを想定して作っています。それではお部屋の概要です。住民の部屋は 6×6 で固定なのでハピパラより少し難しいところですね。窓はなし、エントランスは右から2番目。明るさはオレンジで暗めですが、作業中は明るくしていきます。環境音は都会です。壁紙と床の概要です。まずは部屋の奥から作ります。ここに仕切り壁を置いて壁紙を隠します。アクセントウォールは一部だけ見せたいので壁をどんどん隠していきます。大理石の柱で壁を作ります。この右端は窓をつけます。部屋が狭い分正面の壁はかなり印象を左右するので、ステッカーを使ったり仕切り壁を使ったりなど少し複雑にするといいと思います。家具で隠れる場所にスポットライトを置いて間接照明をつけていきます。上に吊るし棚をつけてさらに壁側を飾り付けます。天井家具も使うとより正面側の壁が単調ではなく複雑になります。L 字になるようにカウンターを作ります。スナックは行ったことがないのでかなり調べたのですが、狭い場所にあることが多いようですね。住民の家はとにかく狭いので見せたいものだけを正面に置くことをおすすめします。今回ならカウンター席だけ、他の休憩室やお手洗いなどは作らないといった感じです。手前には高さのある家具を置かないようにします。ここに高さのある家具が来るだけで全くと言っていいほど部屋が見えなくなります。高さがあっても透けているものや植物などは奥の見せたくない部分を隠してくれるので、もし高さのある家具を置きたい場合は奥が透けて見えるものを選ぶといいと思います。基本的に入り口側には背の低い家具がおすすめです。壁にドアをつけてスタッフの部屋を飾ります。様々なスナックを調べたところ、壁に色々と飾ってあったのでごちゃごちゃにならない程度に壁を飾ります。あと暗めな店内が多かったので今回も間接照明で部屋を明るくしていきます。間接照明についてはこの動画で解説しているので、ぜひご興味のある方はご覧ください。調べたスナックにはコチョウランなど花が飾られていたので、最後にうずめさんの部屋にあった桜の枝を飾ります。これで完成です。スナックっぽくできましたね。本日のメイン、駅裏の路地裏作りをやっていきます。駅から奥に進んでいった場所ですね。地図で言うとこの辺りです。それでは早速路地裏を作っていきます。木がないと変な感じがするので木を植えていきます。マイレザを敷きます。都会的な街づくりより自然もりもりな感じのクリエイトの方が得意なのですが、
都会的なものに憧れが大きく、今回は大きな建物ばかり作っています。もう一つの島は更地にして、次は自然もりもりな感じにしようと思っています。このブラックム島は夫が初期に作っていった島をぶち壊して作っています。更地にするときにうずめさんだけは島に残すことを約束しました。そこから一緒に過ごすうちにうずめさんが大好きになりました。そんなエピソードがあります。こんなに濃いキャラってなかなかいないですからね。うずめさんのことを好きになったらマリリンまで可愛くて仕方がないです。路地裏の細かい飾り付けをします。錆びていたりよくわからないバルブだったり、路地裏らしい家具を置きます。路地裏は初めて作るので、いろいろな路地裏の画像を参考にしました。きっと何かその人にとっては役に立つけど、私から見ると役割がよくわからない家具を採用しています。こんな感じになりました。ここの奥にスナックうずめを作ります。はい、ということでスナックうずめが立ちました。どんどん整備を進めていきます。路地裏を進んだ先にスナックうずめがある設定なので、路地裏で迷ったら必ずスナックうずめにたどり着くようにしています。スナックうずめは島民にとっては欠かせない場所で、島の人生相談所になっています。この空いてしまった隙間に木を植えて通れなくします。お城の門と飾り柱、パーティーライトを使って入り口を飾ります。路地裏で汚い場所のはずなのに、なぜか入り口は綺麗に清掃されているという、そういうギャップを作り出します。スナックうずめの入り口はこれで完成なので、遠くからも確認してみます。路地裏の先に看板が見えていい感じですね。まだ路地裏の汚い感じが表現できていないので、もう少し家具を足します。ごちゃごちゃして少し汚い感じになりましたね。ここに段差を作っていきます。隙間が気になるので、壁に家具をぴったりとくっつけます。しまくりをしている時にいつもこうやって直すことが多く、初めからぴったりうまくいくことなんてほとんどないなぁと思っています。路地裏が少し広くなったので、家具をさらに飾り付けます。なかなかいい感じになりましたね。先ほどの段差をさらに付け足していきます。しまくりしていると住民たちがよく来ますよね。可愛いけどちょっとどいてほしいという時がよくあります。未開発エリアっぽくここに崖を作っていきます。自然いっぱいの場所を作るという時はウキウキで作っています。街を作る時はあまり直感で作れないので、かなり時間がかかってしまいます。サクッと作れる人は本当にすごいなぁといつも思います。私は元からセンスがあるわけではなく、もちろん今でもあまりないのですが、ないからこそいろんな知識を得て何か活かせないかと日々模索しています。知識を増やせば増やすほどセンスは磨かれる。いろんなデザインを見れば見るほどデザインは洗練されると、デザイン会社に新卒で入った時に社長が言っていました。あまりセンスがないって見抜かれていたのかもしれないですね。
ちょっと熱く語ってしまいましたが、こうやって得た知識を皆さんに分かりやすくお伝えできたらいいなと思っています。皆さんのあつ森ライフが少しでも楽しくなるようなお手伝いができたら嬉しいです。つるに崖を引っ掛けていきます。このつるはかなり優秀アイテムですよね。引っ掛けるだけで自然な感じが増すので好きなアイテムです。この麦畑も優秀ですよね。自然でモリモリさせたい時にちょうどいい感じに仕上げてくれます。自然系の家具を並べるときは斜めの関係にあると自然に見えます。現実でも自然って均等に並んでいるものは少ないですよね。なのであつ森でも自然をモリモリさせたいときは斜めに置いたりちょっとずらすということを意識すると自然に見えやすくなると思います。こんな感じに仕上がりました。未開発な場所という感じがしっかり出ていますね。西部の街並みが白すぎたのでくすんだ色に変更します。ちょっとしたフォトスポットを作りました。水が流れていて路地裏なのになんだか落ち着きそうですね。川を挟んだ反対側を作っていきます。海側なのであまり路地裏とは関係ない感じにしていきます。住民たちが多分たどり着けない隠れスポットですね。島主だけのためにあるスポットです。こちら側も植物を多めに植えていきます。こんな感じに仕上がりました。知らない人はたどり着けないエリアの完成です。路地裏の方も少し飾り付けます。これで今回のエリアはすべて完成です。それでは完成ムービーをどうぞ。スナックうずめのある路地裏はいかがだったでしょうか。念願のスナックうずめを作れて楽しかったです。スナックうずめに行ってみたいと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。